皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、テレビコメンテーターの差別発言について取り上げます。この話題は以前すでに1回取り上げたのですが、その続報となります。テレビコメンテーターの青木治氏と津田大介氏の YouTube チャンネルにおいてこんな会話がありました。人々はなぜ自民党に入れ続けるのか。それに対する青木治氏の答えが、答えは簡単だ。それは日本人が劣等民族だからだという、そうした差別発言を行い、二人がそれで大笑いをして会話を続けるという一場面がありました。この発言があった後、彼がよく出ていたテレビ番組、日曜朝のサンデーモーニングに青木治氏は出演していません。では、その後、どのような動きがあったのか、サンデーモーニングに出演していない以上、出演していない理由が当然あるわけです。まずは、青木治氏を起用していたサンデーモーニング、TBS 社長の見解、青木治氏劣等民族発言、TBS 社長、放送番組以外の発言と回答せず、今後の起用未定。TBS テレビの劉邦正峰社長は25日の記者会見で、報道番組サンデーモーニングでコメンテーターを務めるジャーナリスト青木治氏が動画投稿サイト YouTube の配信動画で自民党支援者を劣等民族と表現したことについて、我々が放送する番組以外の発言だ。それに関してのコメントをこの場で申し上げるのは控えたいと述べ、直接的な回答を控えた。TBS テレビの報道局長は、青木氏の発言について報道で存じ上げていると述べ、対応については本人に直接話を聞いてからの判断になる。そういうプロセスにはまだ進んでいないと説明。他の番組での発言で真意を図りかねる。現段階でそれをもって起用し続けるのかどうかは早急だと考えていると述べるにとどめた。青木氏について今後のキャスティングは未定だという。 TBS が真意が図りかねているという発言をしたのには、インターネット上で彼の擁護者たちは劣等民族という言葉を間違えていると指摘していました。それは日本列島の列島の部分を取り上げて、朝鮮半島の人たちを半島民族と呼ぶのに対する言葉として、日本人が列島民族だというような表現を使った部分であり、優劣について語ったものではないという用語を行ったのです。しかし、このような用語は全く筋違いのものです。それは青木治氏自身が優劣をつけた差別発言であったことを認めたからです。劣等民族発言の青木治氏が謝罪&撤回、極めて不適切だった。地上波テレビ出演、しばらく自粛。青木治氏が YouTube チャンネルに出演、自民党支持者に対して劣等民族と発言したことを謝罪した。番組冒頭、津田大介氏が冒頭部分の発言に対するお詫びを申し上げますと切り出し、自身のイベント告知の中で当該発言があったことを報告し、青木さんがちゃちゃを入れるような形と言えばいいんですかね。人々はなぜ自民党に入れ続けるのか。今この総選挙を前に気になっている方も多かったと思うんですけれども、その理由として青木さんが日本人が劣等民族だからじゃないかという指摘をされましたと振り返った。その上で、その発言が出てきた文脈とか経緯というのはそれなりに色々あるんですけれども、ただやはり民族というキーワードで否定的に相対的に語ったことは、ネガティブな言葉の強さという点でも、文脈の欠如という点でも、初めて見る視聴者にとって唐突であったという点でも不適切であったと認識しています。その不適切な発言に対して自分も笑って流してしまいました。僕が立ち上げたメディアなので、自分がその場で適切に反応できなかったことについても謝罪いたします。僕も青木さんも言葉を仕事にしているジャーナリスト記者なので、軽口冗談として扱うには不適切な表現であったこと、この問題を真摯に受け止め、今後はまた一層の配慮と慎重さを持って番組制作に取り組んでいきたいと思っておりますと謝罪した。これを受ける形で青木氏も、今津田くんがおっしゃってくださったように、あの発言をした経緯とか背景とか言葉に込めた意味っていうのは実はあることはあるんだけれども、エスニシティっていうある意味で曖昧というか、あるいは微妙な意味とか、本当にその敏感な意味を含む単語、言葉を持ち出して、それに優劣をつけるっていう発言は、僕自身元来決して好まない。そういうことには許されないというふうに思ってきました。たとえ辛口とはいえ、ああいうことを言ったというのはそれ自体、極めて不適切だったなというふうに思っていますので、僕も本当にそれについては謝罪をして撤回をさせていただきますと伝えた。その上で、口先で
謝罪とか撤回とかっていうのと、どこかの政治家みたいっていう風に思われるところもあると思うので、僕なりの一種のけじめとして、しばらくの間、世論とか社会への影響力の強い地上波のテレビ局のテレビメディアの番組等には、しばらくの間出演を自粛しようかなというふうには思っています。本当に申し訳ありませんでしたと呼びかけた。青木氏の発言を擁護している人たちの中に出てきたのは、あれはあくまでも地形的な話として、日本列島のそこに住んでいる日本人という意味合いだというかなりむちゃくちゃ強引な話をして擁護をしていたわけですが、これはさすがに青木氏自身が民族の優劣をつけるような非常に危険な発言であったことを認めて、これを謝罪しています。ただし、この謝罪文における発言の中にも、自分があたかもそう思っていないのにそういった言葉を言ったかのような話をしているのは、これは明らかにごまかしだと私は思います。本人がそう思っているからこそそう思って発言し、それを二人で大笑いしたというのは明らかに二人の共通認識であったことは明らかでしょう。たとえ政治的な意見の違いがあったとしても、その政治的な立場が違う人たちに対して、あれは列島民族だからなどといったような発言は極めて差別的であり、心にもないようなことを言ったみたいなごまかしは、私はひどい謝罪の仕方だと思います。そして、このような発言をした人物に対して TBS は、自分たちの番組内での発言ではないからといって、見解を避けたのは私は間違っていると思います。なぜならば、その番組内での発言以外でも、少なくとも芸能人と呼ばれるような人や有名人の人たちが一切テレビ番組から干されるといった現象はたびたび発生しており、今回だけ自分たちの番組内じゃないんだからみたいな話は明らかに青木治氏を擁護するための言い訳に過ぎないでしょう。TBS の社長の言葉からは、ほとぼりが冷めればまた使うぞというニュアンスを私は感じました。皆さんはこの発言どのように思われるでしょうか。そしてこのような政治的な立場が違う人たちに対する差別発言というのは何も青木治氏だけではありません。こうした差別発言を軽々しく口にする人というのは次々と現れるものです。百田直樹氏、人口少ない鳥取から選ばれたやつが総理に、発言が物議、保守じゃない、安倍さんに恥を、疑問の声相次ぐ。作家で政治団体日本保守党の百田直樹代表が自身の YouTube チャンネルで自民党の石破茂新総裁の選出権である鳥取について述べた発言がネット上で物議を醸している。動画では石破茂元幹事長が新総裁に選ばれたことで自民党終了と断じた上で石破氏への非難を展開。その中で百田氏はもともと鳥取県かなんかでしょう。鳥取県なんか人口何人おんねんちゅう話でしょう。ものすごい少ないですよ。鳥取県の人口なんか何人おるのか。数十万人ぐらいでしょう。そっから選ばれとるやつが日本の総理大臣になんねん。もういい加減にせえよと発言した。石破批判を通り越して人口が少ない鳥取県自体を軽視していると受け止められかねない発言だけに X 上で擁護する声があまり見当たらず、鳥取県の票で勝ったわけじゃあるまいに、いくら石破が気に入らんからといって鳥取県をバカにしたようなものの言いようは極めて不愉快。石破茂は嫌いだがこんな理屈で批判できない。その理屈からいくと東京都選出の議員しか総理大臣になれないということになると非難する声が溢れた。これが保守なのか。保守な私でも全く支持できない。極端すぎるんだよな。百田直樹って地方差別主義者なんだ。地方差別する代表の党が保守なわけありません。鳥取県のような地方をどうやって守っていくかは日本の将来に関わること。あなた及びあなたの党は日本でも保守でもありませんなどと日本保守党自体を疑問視する書き込みも多く上がった。鳥取県の人口は54万人弱で47都道府県で最も少ないが、1票の格差を抑えるために小選挙区制では有権者の人口差が考慮されている。それと百田氏が安倍晋三首相と親密な関係だったことを念頭に、鳥取50万、山口120万、どっちも田舎。少ない人に選ばれた人が総理だとダメなら、2021年衆議院選挙山口4区、安倍晋三8万448票、鳥取1区石破茂10万5441票、石破茂と書いた人の方が多いですよ。安倍さんに恥をかかせるつもりなのか、などの指摘も目立った。記事の中では人口が少ない鳥取県を軽視していると受け止められかねないというような指摘がされていましたが、そうではありません。この発言はもっと差別的です。
人口が少ないところ全般に対する、なんであんな人口が少ないところから選ばれた人が総理大臣になるんだという言い方をしていますから、これは明らかに日本における都市と地方というこの関係において、地方から出てきた人の中から総理大臣が選ばれるなんて許されないといった非常に差別に満ち溢れた発言です。これは青木治氏の自民党に入れる人たちが劣等民族だと言っているのとさしレベルが変わらない話です。しかも青木治氏の場合だとジャーナリストであるとかテレビコメンテーターという肩書きですが、もっと悪質なのは百田直氏の場合だとこれが政治団体の代表です。考えてもみてください。例えば、東京都選出の与党議員が総理大臣になるには人口の多い東京都から出るのは当然であり、その他の人口の少ないところからの国会議員が総理大臣になるなんてとんでもないなんていう話をしていたら、あなたはどう思いますか？それが差別心以外の何者だというのでしょう。こんな発言を与党の東京選出の国会議員がしていたら、きっと百田氏だって激烈に批判することでしょう。しかし、百田氏の場合だとそのような自分が差別発言を行っていることに何ら自覚もなくこのようなことを言ってしまうわけです。しかもそれが日本保守党などという保守の肩書きを名乗っている部分、さらに悪質性は非常に極まりないものだと私は思います。インターネット上にはこうしたどこで生まれたか、どこで育ったか、どこの学校出身であるかといった話や、もしくは学歴などや家が豊かであるか貧乏であるかなどを元にした差別発言なども非常に横行しています。しかも悪いことにインターネット上ではそうした差別をむき出しにしたような発言をして誰かの悪口を言ってそれを痛快だと感じて大いに賛同する人たちが現れている現状があります。政策面における批判と個人に対する誹謗中傷悪口といったものは全く別物であることを認識しながらインターネットと付き合うようにしてください。そうでなければ憎悪を煽り立ててそれをお金に変換する、もしくは政治勢力として活用したがるような悪徳な人物に騙されてしまいます。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。